こんにちは、スーサンズファミリーのまいめです。このビデオでは、このたい焼きアイスクリームバッグの編み方を学びましょう。このバッグは全体的にアイスクリーム部分、下部の本体部分と上部のチョコレートバー、アイスクリーム、小さなコーンなどのデコレーションに分かれています。編むときは順番に編みながら組み立てていきます。まずはアイスクリーム部分から編み始めます。アイスクリームは全体で3つのセクションに分けられ、ここが1区、ここが2区、そしてここが3区です。編むときはまず1区から始めて、輪の作り目をして半時計回りは編みを行います。使用する編み目記号は X コマ編み目、B コマ編み2目編み入れる、CH 鎖編み目、SL 引き抜き目、A、コマ編み2目1度です。まずは表を確認しましょう。表では、R プラス数字で周数、H プラス数字で段数を表しています。編み方の列は、現在の週で使用する編み目記号と目の増減状況を示しています。総目数の列は、現在の週で全ての編み目記号を編み終えた後の総目数を示しています。より明確に理解していただくために、ここではコットン糸を使用して具体的な配色とかぎ針、サイズを実演します。対応する商品詳細ページと氏名、編み図をご参照ください。表の作り目は輪の作り目をして、作り目方法が輪形起こり針であることを示しています。ではまず、一重の輪を作ります。左手の手を開きます。糸を左手の小指に1回巻き、人差し指と中指の間に通し、中指の腹に1回巻きます。左手の親指で交差部分を押してます。右手でかぎ針を取り、かぎ針をこの2点の間で動かします。次にかぎ針をループに入れて、かぎ針で下向きに糸を持って出します。糸を持って出したら、回転させます。これで輪の作り目が完成しました。では、1周目を編み始めましょう。R1 は 4X です。X の前の数字は何目の細編み目を編むかを示しています。ここでは、生地のループに細編み4目を編むことを示しています。まず立ち上がりのために鎖編み目を作ります。かぎ針に糸をかけます。糸をループから引き出します。これで立ち上がり目が完成しました。この立ち上がり目は表には記載されていませんが、実際には各週の開始時に立ち上がり目を編む必要があります。立ち上がり目は1目としてカウントされません。では、細編み目を編み始めます。かぎ針を生地のループに通します。左側から糸をかけて糸を持ち出します。持ち出した後、かぎ針には2つのループがあります。次に半時計周りに糸を巻きます。かぎ針状の2つのループから糸を持ち出します。これでクロスコマ編みが完成しました。最初の編み目が完成したら、中指のループを取り外します。ここでコマ編み目の右上を見ると V 字があります。この V 字がコマ編み目の頭です。一周終わったら、最初の編み目の頭に入れて引き抜き目を作ります。初心者は見分けにくい場合、ここでマーカーをつけてマークすることができます。次に2番目の編み目を編みます。左手の中指と親指でこのループを押さえます。かぎ針を生地のループに入れて、左側から糸をかけて糸を持ち出します。持ち出した後、かぎ針には2つのループがあります。半時計周りに糸を巻いて、かぎ針状の2つのループから糸を持ち出します。これで2番目のクロスコマ編みが完成しました。ここではバッグ全体をクロスコマ編みで編むので、移行は単にコマ編み目と呼びます。2番目のコマ編み目の右上にある V 字が2番目の編み目の頭です。
1周で細編み4目を編むので、残りの細編み2目を続けて編みましょう。表に対応する細編み4目が編み上がったら、次にループを引き締めます。ループを引き締めた後、最初の編み目の頭に入れて引き抜き目を作ります。つまり、最初の編み目の V 字にかぎ針を入れます。糸を持ち出して、同時にかぎ針状のループも持ち出します。ここでの引き抜き目は1目として数えませんので、しっかりと引き締めてください。引き抜き目は表には記載されていませんが、実際のは編みでは最後に引き抜き目を編んで引き締めます。これで1周目が完成しました。次に2周目を編みましょう。R には X、B、2です。ここでの括弧内は1組を表し、かけるは何回繰り返すかを示します。まず立ち上がりのために鎖編み目を編みます。ここで再度強調しますが、和編みの細編み目では、各周の初めに立ち上がり目を編む必要があります。以降はこの説明を省略します。次に最初の目に細編み目を編みます。2目目に細編み2目を編み入れます。つまり、この1目に細編み2目を編むということです。これで X、B が完成しました。この周では2回繰り返す必要があるので、もう一度 X、B を編みます。まず細編み目を編みます。もう一度細編み2目を編み入れます。編み終わったら目数を確認しましょう。ここが最初の細編み目で、右上の V 字が1目の編み目です。1、2、3、4、5、6。この周では5波か6目を編みました。各周の総目数は対応する表に記載されていますので、以降は説明を省略します。次に、最初の編み目で引き抜きます。かぎ針を入れて最初の目に糸を通し、同時にかぎ針のループも引き出します。それを引き締めます。注意、後ろに輪を作り、各周の最後の編み目は最初の編み目と引き抜き編みして引き締めます。以降は説明を省略します。次に3周目を編み始めます。まず、細編み2目を編みます。次に細編み2目を編み入れます。最後に細編み2目を編みます。次に最初の目で引き抜きます。これで3周目が完成しました。この初めの糸端はカットしてしまって構いません。ここで皆さんに見ていただきたいのは、帯側の模様側切りしており、
裏面は凸凹が少ないことです。編むときは表側を外側に、裏面を内側にしてください。次に4周目を編み始めます。まず、細編み3目を編みます。次に細編み2目を編み入れます。次に鎖編み3目を編みます。ここは鎖編み目の V 字ループで、裏面に1本1本突き出ている糸が裏山です。ここが最後から1番目の裏山、ここが最後から2番目の裏山です。かぎ針を最後から2番目の裏山に入れてください。次に、引き抜き2目を編みます。ここでは通常通りに引き抜き目を編み、特に引き締めずに引き抜き2目を完成させたら本体に戻ります。細編み2目を編み入れます。そして、細編み3目を編みます。細編み3目を編み終えたら、最初の目の上に引き抜き目を編みます。これで4周目が完成しました。次に5周目を編み始めます。まず最初の目にかぎ針を入れて、細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れ、細編み4目を編みます。そして、この目にかぎ針を入れます。細編み目を編みます。次の目にかぎ針を入れて、細編み2目を編み入れます。次に鎖編み3目を編みます。最後から2番目の裏山にかぎ針を入れます。引き抜き2目を編みます。次に次の目にかぎ針を入れます。つまり、この位置にかぎ針を入れます。細編み2目を編み入れます。そして、細編み目を編みます。後でこの目に戻ります。引き続き細編み4目を編みます。最後の目に細編み2目を編み入れます。完成したら、最初の目の上に引き抜き目を編みます。引き抜き目が完成したら、5周目が編み上がります。次に6周目を編み始めます。鎖編み3目を編みます。最後から2番目の裏山に戻ってかぎ針を入れます。細編み2目を編みます。細編み2目を編み終えたら、5周目の最初の目にかぎ針を入れます。細編み9目を編みます。
細編み9目を編み終えたら、次の目にかぎ針を入れます。細編み目を編みます。細編み2目を編み入れます。完成したら、この側の編みが終わります。次に反対側の最初の目にかぎ針を入れます。細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて細編み目を編みます。さらに次の目にかぎ針を入れて順に細編み9目を編みます。細編み9目を編み終えたら、最初に編んだ鎖編み目の最初の目にかぎ針を入れます。ここは引き抜き目の位置です。ここが私たちがさっき完成したところです。鎖編み3目の最初の鎖編み目です。ここが2目目の鎖編み目で、編む際には最初の目と2目目にかぎ針を入れて編んでいきます。次に最初の目にかぎ針を入れて、細編み目を編みます。次の目にかぎ針を入れて細編み目を編みます。細編み目を編み終えたら、最初の目にかぎ針を入れて引き抜きます。これで6周目が完成しました。次に7周目を編み始めます。最初の目にかぎ針を入れて細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて細編み12目を続けて編みます。細編み12目を編み終えたら、次に細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて、さらに細編み12目を続けて編みます。細編み12目を編み終えたら、最後の目にかぎ針を入れて細編み2目を編み入れます。完成したら、最初の目にかぎ針を入れて引き抜きます。引き抜き編みを終えたら、7周目が完成しました。次に8周目を編み始めます。最初の目にかぎ針を入れて、まず細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて、細編み14目を続けて編みます。細編み14目を編み終えたら、次に細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて、さらに細編み14目を続けて編みます。細編み14目を編み終えたら、最後の目にかぎ針を入れて、細編み2目を編み入れます。最初の目にかぎ針を入れて引き抜きます。引き抜き編みを終えたら、8周目が完成しました。
次に9周目を編み始めます。最初の目にかぎ針を入れて、細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて、細編み16目を続けて編みます。細編み16目を編み終えたら、細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて、さらに細編み16目を続けて編みます。細編み16目を編み終えたら、最後の目にかぎ針を入れて、細編み2目を編み入れます。引き抜きます。これで9周目が完成しました。次に10周目を編み始めます。まず、細編み2目一度を編みます。ここが最初の目、ここが2目目です。細編み2目一度を編むときには、最初の目の半目と2目目の半目を拾い、細編み2目一度を編みます。まずは最初の目の半目を拾います。次に2目目の半目を拾います。糸をかけて引き出します。引き出した後、かぎ針には2つのループが残ります。糸をかけます。かぎ針状の2つのループを引き出して、これで細編み2目一度が完成しました。細編み2目一度の上にある。この V 字ループが細編み2目一度の目です。さらに細編み2目一度を編みます。細編み2目一度を編み終えたら、次の目にかぎ針を入れて、続けて細編み12目を編みます。細編み12目を完成したら、次に細編み2目一度を2回行います。さらに鎖編み4目を編みます。最後から2番目の裏山に針を入れます。続けて引き抜き3目を編みます。完成後、次の目に針を入れます。次の目にかぎ針を入れて、細編み2目一度を2回行います。次の目にかぎ針を入れて、続けて細編み12目を編みます。細編み12目を完成したら、次に細編み2目一度を2回行います。編み終わったら、最初の目に引き抜きます。これで10周目が完成しました。次に11周目を編みます。鎖編み4目を編みます。最後から2番目の裏山に針を入れます。細編み2目を編み入れます。続けて細編み2目を編みます。
最初の目にかぎ針を入れて、続けて細編み16目を編みます。細編み16目を完成したら続けて細編み2目を編みます。続けて細編み2目を編み入れます。さらに細編み2目を編みます。次の目にかぎ針を入れて、続けて細編み16目を編みます。細編み16目を完成したら、次の目にかぎ針を入れます。この位置は引き抜き目で、ここでは最初の目に直接かぎ針を入れ、次の2目目。と、その後の3目目を拾って編みます。続けて細編み2目を編みます。細編み2目を編み入れます。最初の目に引き抜きます。引き抜き編みが完成したら、11周目が完成します。次に12周目を編みます。最初の目にかぎ針を入れて、細編み2目を編み入れます。続けて細編みに2目を編みます。細編みに2目を完成したら、続けて細編み2目編み入れを2回繰り返します。細編み2目編み入れを2回行われたら、続けて細編みに2目を編みます。細編みに2目を完成したら、最後の目に細編み2目を編み入れます。完成後、最初の目に引き抜きます。引き抜き編みが完成したら、12周目が完成します。次に13周目を編みます。最初の目に細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて、続けて細編みに4目を編みます。細編みに4目を完成したら続けて、細編み2目編み入れを2回繰り返します。次の目にかぎ針を入れて、続けて細編みに4目を編みます。細編みに4目を完成したら、最後の目にかぎ針を入れて細編み2目を編み入れます。完成後、最初の目に引き抜きます。これで13周目が完成します。次に14周目を編みます。最初の目にかぎ針を入れて、細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて、続けて細編みに6目を編みます。細編みに6目を完成したら、続けて細編み2目編み入れを2回繰り返します。
完成後、次の目から細編みに6目を続けます。細編みに6目を完成したら、最後の目にかぎ針を入れて細編み2目を編み入れます。完成後、最初の目に引き抜きます。引き抜き編みが完成したら、14周目が完成します。次に15周目を編みます。最初の目にかぎ針を入れます。対応する目に合わせて増減なしで細編み目を1周編みます。最後の細編み目を完成したら最初の目に引き抜きます。引き抜き編みが完成したら15周目が完成します。次に16周目を編みます。まず細編み2目一度を2回繰り返します。最初の目の半目と2目目の半目を拾います。糸を引き出します。これで細編み2目一度が完成します。続けてもう1回編みます。細編み2目一度完成したら、次の目にかぎ針を入れます。続けて細編みに2目を編みます。細編みに2目を編み終えたら、さらに細編み2目一度を編みます。次に鎖編み4目を編みます。最後から2番目の裏山に戻ってかぎ針を入れます。続けて引き抜き3目を編みます。次に次の目にかぎ針を入れて細編み2目一度を編みます。完成したら、次の目にかぎ針を入れて続けて細編みに2目を編みます。細編みに2目を編み終えたら、残りの目に細編み2目一度を編みます。完成したら、最初の目に引き抜きます。引き抜き編みを完成後、16周目が完成します。次に17周目を編み始めます。鎖編み4目を編みます。最後から2番目の裏山に戻ってかぎ針を入れて、まず細編み2目を編み入れます。続けて細編み2目を編みます。完成後、最初の目にかぎ針を入れます。続けて細編みに6目を編みます。細編みに6目を編み終えたら、ここの目に戻ってかぎ針を入れます。まず細編み2目を編みます。続けて細編み2目編み入れを2回繰り返します。
さらに細編み2目を編み続けます。完成後、次の目にかぎ針を入れて、続けて細編みに6目を編みます。細編みに6目を編み終えたら、次の目にかぎ針を入れます。細編み2目を編みます。細編み2目を編み入れます。完成後、最初の目に引き抜きます。引き抜き編みを終えたら、17周目が完成します。次に18周目を編み始めます。最初の目にかぎ針を入れて、細編み2目を編み入れます。次の目にかぎ針を入れて、続けて細編み3、2目を編みます。細編み3、2目を編み終えたら、続いて細編み2目を編み入れます。完成後、一つのグループの編み方が完成します。その後、細編み2目編み入れ、細編み3、2目、細編み2目編み入れを1グループとして、この編み方をもう1回繰り返し、合計2回編みます。2つのグループが完成後、最初の目に引き抜きます。引き抜き編み完成後、18周目が完成します。次に19周目を編み始めます。かぎ針を最初の目に入れます。細編み4目を編みます。細編み4目完成期先、続けて鎖編み20は1目を編みます。鎖編み20は1目完成後、ここで20は1目を飛ばします。数えるときには、細編み4目が終わった次の目から数え始めます。ここが20は1目で、かぎ針を入れて編むときは、この目の位置で20は1目飛ばします。編んでいるときに注意が必要なのは、V 字ループが絡まないようにすることです。それを正しく整えます。かぎ針をこの目に入れます。対応する目に合わせて細編み4、20目を編みます。細編み4、20目完成後、最初の目に引き抜きます。引き抜き編み完成後、19周目が完成します。次に20周目を編み始めます。かぎ針を最初の目に入れます。対応する目に合わせて増減なしで細編み目を編みます。鎖編み目の位置に来たときは、近い方の半目にかぎ針を入れます。ここが裏山で、こちらが V 字ループです。選ぶときは、側面にあるこの V 字ループ、つまり近い方の V 字ループを選んで編みます。V 字ループに対応させて、順番に細編み目を編みます。鎖編み目状の細編み目を完成後、次の目にかぎ針を入れて続けます。対応する目に合わせて増減なしで細編み目を編みます。ここでは増減なしで2周、つまり21周目まで編んでください。21周目完成期先、
次に2周目を編み始めます。まず細編み2目一度を編みます。次に次の目にかぎ針を入れて、順番に細編み3、2目を編みます。細編み3、2目を完成後、次に細編み2目一度を編みます。これで最初のグループの編み方が完成しました。同じ規則でもう1組繰り返します。2つ目のグループ完成期先、最初の目の上に引き抜き目を作ります。引き抜き完成後、鎖編み目を編んで糸をカットします。このループを引き締めます。次に裏面から半側の V 字ループ、つまり最後の編み目の半側の V 字ループを選んでかぎ針を入れます。糸を裏面に持っていきます。そして糸端を始末します。これでアイスクリームのセクション1の部分が完成しました。次にセクション2を編みます。最初の目から左に3は締め数えます。3は締めを見つけたら、かぎ針は3は締めの半側の V 字ループ、つまり私たちに近い方の半側の V 字ループに入れて編み始めます。糸を出します。編むとき、この糸を動かす糸の上に置きます。まず鎖編み目を編んで立ち上がり目を作ります。同じ位置に再度針を入れます。細編み目を編み、その後半目を選んで、引き続き、細編み目を編み続けます。合計で7回編みます。余分な糸端はカットします。細編み7目を完成後、1段目が完成しました。次に2段目を編むために編み地を裏返します。かぎ針は2目目に入れて編み始めます。ここが1目目です。ここが2目目で、1目目は編まずに、直接2目目にかぎ針を入れて編み始めます。細編み5目を編みます。細編み5目を完成後、2段目が完成しました。次に3段目を編みます。裏返します。同じように1目目は編まずに、直接2目目にかぎ針を入れて編み始めます。細編み3目を編みます。細編み3目を完成後、鎖編み目を編んで糸をカットします。このループを引き締めます。次に3斜めを見つけ、半周分の縁を編み始めます。ここが3は締めの半分の V 字ループで、これが3斜めです。同じように半分の V 字ループにかぎ針を入れます。ここに針を入れて編むとき、約25センチの糸を余分に取っておきます。この糸は上下の部分を引き抜き目でつなげた後、模様をつなげるために使います。引き出してから、この糸を可動の糸の上に巻きます。鎖編み目を編んで立ち上がりを作り、同じ位置に再び針を入れて細編み目を編みます。
後ろの糸は隠さず、そのまま置いておきます。次に、同じ目に再び針を入れます。細編み目を編みます。2段目のこの位置にかぎ針を入れます。細編み目を編みます。次に3段目の3目に順番に細編み目を編みますが、その際にはこの糸端をかぎ針の上に隠しておきます。かぎ針の上に置きます。細編み3目を編んだ後、余分な糸を切ります。次に2段目のこの目に再び針を入れます。細編み目を編みます。1段目の隙間の中に細編み目を編みます。次の半分の V 字ループにかぎ針を入れて細編み目を編みます。完成したら約25センチの糸を残してカットします。この糸端を引き出します。ここに置いておきます。これでセクション2の部分が完成しました。次にセクション3を編みます。まず、2周目の斜めを見つけます。この位置は37です。ここが30ワッチで、続いて40、42、44、46、40ワッチ、50、52、54、56、57です。5斜めはこの位置で半分の V 字ループにかぎ針を入れて編み始めます。セクション3の編み方はセクション2と似ていますが、段数と目数が異なります。編み図を見ながら編んでください。半周分の縁を編むときには、このような縫い合わせ用の糸を余分に取っておきます。セクション3が完了したら、アイスクリーム部分が完成します。次に下部の本体部分を編みますが、編み方は下から上に向かって、鎖編みで立ち上がり、半時計回りに円を描くように編みます。使用する編み目は X コマ編み目、鎖編み目、B コマ編み目2目編み入れる A コマ編み2目1度です。では、編み始めましょう。まず、鎖編み17目を編みます。左手で糸を持ちます。中指と親指でこの糸端を押して、次にかぎ針を使います。時計回りに糸を巻きます。糸を巻いた後、ここに交差点があります。左手の親指と中指でこの交差位置を押さえます。かぎ針を半時計回りに糸を巻いて引き出します。このループを引き締めます。これで作り目が完成しました。もう一つの作り目方法があります。糸を直接、このように輪っかを作ります。そして、ここに戻ります。ここでループを引き出します。つまり、スリップノットを作ります。スリップノットを作ったら、手に巻いて糸を持ちます。かぎ針をループに入れます。適切な大きさに調整します。これは2つ目の作り目方法です。次に、鎖編み17目を編みます。1つ、2つ、3つ。鎖編み17目を編んだ後、最後から2番目の裏山に針を入れます。ここが1つ目、ここが2つ目です。細編みに目を編み入れます。次に、次の裏山に針入れて、順に鎖編み14目を編みます。鎖編み14目を編んだ後、最後の裏山に細編みに目を編み入れます。編むときには、この糸端をかぎ針の上に隠すようにします。
細編みに目を編み入れた後、反対側に回ります。もう1組編みます。反対側の最初の半目ループに針を入れて、細編みに目を編み入れ、次に順に半目を拾って鎖編み14目を編みます。鎖編み14目を編んだ後、最後の半目ループに針を入れます。最後の半目ループは少し見つけにくいですが、この位置です。ここが全体の V 字ループです。そしてこれがその半目ループで、この位置を見間違えないようにしましょう。細編みに目を編みます。完成後、引き抜き目を最初の目の上に編みます。引き抜き目を引き締めます。これで1周目が完成しました。余分な糸端を切り取ります。次に2周目を編みます。まず、細編みに目編み入れを2回行います。次に鎖編み14目を編みます。鎖編み14目を編んだ後、さらに細編みに目編み入れを2回行います。これで1組目の編み方が完成しました。同じ編み方でさらに1組を繰り返し編みます。この週は合計2組を編みます。2組目の編みが完了したら、最初の目の上に引き抜き目を編みます。引き抜き目を編んだら、2周目が完成します。次に3周目を編みます。最初の目に針を入れて、細編みに目を編み入れます。次の目に針を入れて、順に対応する目に鎖編みに0目を編みます。鎖編みに0目を編んだ後、さらに細編みに目を編みます。これで1組目の編み方が完成しました。同じ編み方でさらに1組を繰り返し編みます。合計2組を編みます。2組目の編みが完了したら、最初の目の上に引き抜き目を編みます。引き抜き目を編んだら、3周目が完成します。その後の編み方は先の3周と似ていますが、周数と目数が異なります。皆さん、編み図を見ながら25周目まで編んでください。編む途中で、各周での増し目と減らし目の位置に注意してください。編み図を見ながら25周目まで編んだ後、次に6周目を編みます。ここでは、最初の目の半側の V 字ループ。つまり私たちから近い外側の半目に針を入れて編み始めます。この週はすべて外側の半目で編みます。まず、順に細編み33目を編みます。細編み33目を編んだ後、次に、細編みに目を編み入れます。これで1組目の編み方が完成しました。同じ編み方でさらに1組編み、合計2組編みます。2組目の編みが完了したら、最初の目の上に引き抜き目を編みます。引き抜き目を編んだ後、26周目が完成します。次に27周目を編みます。かぎ針を最初の目に通し、ここでは全体の目を持ち上げて編みます。対応する目に沿って増減なしで細編み目を1周編みます。最後の1目を編んだ後、最初の目の上に引き抜き目を編みます。引き抜き目を編んだ後、鎖編み目を編んで糸を切ります。ここで約60センチの糸を残しておきます。
最後の位置をしっかりと引き締めてください。次に最後の2周を裏返して縫い付けます。縫い付ける位置は2、3目と2、4目の間です。この方法で1周縫い付けます。1周縫い付けたら、肩結びをして固定します。固定したら、糸を縫い付けた内側に通します。糸、端を内側に隠します。糸を切ります。これで本体の編みが完成しました。次に、本体の下部にある尾びれを編みます。尾びれ部分は全体で2つのセクションに分かれています。セクション1は尾びれの下部にある2つの突起部分です。まず2枚を編んでから、セクション1を合体させてセクション2の編みを始めます。編み終わったら本体に縫い付けます。尾びれの縫い付けが終わったら、本体と上部のアイスクリーム部分を縫い付けます。では、編み始めましょう。ここではセクション1の作り目です。編み方は前のものと似ており、鎖編みで始めます。半時計回りは編みで、編み図を見ながら2枚編み上げてください。最初の1枚はこのように糸を切って、糸端を裏面に隠します。2枚目は糸を切らずにそのままつなげて、セクション2の編みを続けます。まずはセクション2の1周目を編みます。最初の目に針入れ、まず細編み2目を編み入れて、続けて細編み7目を編みます。次に、もう1回細編み2目を編み入れます。完成したら、もう1枚とつなげます。針入れするときは、最初の目から始め、ここでは引き抜き目の最初の目です。針を入れた後、細編み2目を編み入れます。続けて細編み7目を編みます。次に、もう1回細編み2目を編み入れます。その後、反対側にも同じように2組編みます。細編み2目、細編み7目、細編み2目編み入れという規則で編みます。最後の組が完成したら、最初の目の上に引き抜き目を作ります。引き抜き目で1周目が完成します。その後の2周目から8周目までの編み方は似ていますが、周数と目数が異なります。皆さん、編み図を見ながら8周目の最後の目まで編んでください。編み途中で、各周での増減目の位置に注意してください。8周目の最後の目を編んだ後、最初の目の上に引き抜き目を作ります。引き抜き目を作ったら、鎖編み目を編んで糸を切ります。ここでは約50センチの糸を余分に取って、縫い付け用に使います。これで尾びれの編みが完成しました。次に、縫い針を通し、尾びれの部分をこのように半分に折って縫い合わせます。対応する目に対応して縫い合わせてください。
尾びれを半分に折って縫い合わせたら、本体の下部に縫い付けてください。縫い付けるときは、1周目の中央位置に対応させて縫い付けてください。縫い付けが完了したら、任意の糸を1本選んで肩結びでしっかりと固定します。これで尾びれの縫い付けが完成しました。次に、上部のアイスクリーム部分と組み立てます。組み立てる前に、後ろのファスナーを縫い付けます。まずファスナーの位置をだいたい決めて、縫い針と縫い糸で縫い付けます。縫い付けるときには、両端をしっかりと数針縫って固定します。すでに作成した肩結びの輪の中へ直接針を入れてください。その後、さらに数目縫います。固定が完了したら、上から縫い始めます。このように上下に縫い進めていきます。ここでの縫い付けが完了したら、リブで数目余分に縫って固定します。固定が完了したら、ここも縫い終えます。縫い付け方法は簡単です。皆さん、自分で縫い終えてください。ファスナーの縫い付けが完了したら、引き抜き網で本体を縫い付けます。かぎ針を上部のアイスクリーム部分の最初の外側の半目に針を入れます。ここは私たちに近いこの半目です。次に、本体の余分を取った内側の半目に針を入れます。次に、この糸にスリップノットを作ります。糸を引き出します。ループの大きさを調整します。次に、引き続き外側の半目とかの内側の半目を選びます。このループを引き出します。その後も外側の半目とかの内側の半目を選びます。編むときは、編みながらこの糸端を隠していきます。あとは同じ方法で繰り返し編んでいきます。この位置まで編んだら、直接内側の半目、つまり余分を取った半目に針を入れて引き抜きます。この位置の内側の半目の縫い付けが完了したら、次の一目の外側の半目に針を入れて続けます。順番に縫い付けていきます。後の縫い付けの方法は前と同じなので、自分で縫い付けを完成させてください。
最後の1目まで引き抜き編みしたら、糸をカットし、縫い付け用の糸を少し残します。ここでは締めすぎずに縫い針を通します。次に、最後の鎖編み目の中央から出します。内側で肩結びして固定します。次に、アイスクリームの上部のセクション1とセクション2の模様をつなげます。近くの引き抜き位置から直接始めます。上の目、つまりこの V 字の2本の糸を一緒に拾います。針を入れた後、細編み目の中央に通します。そして、その裏面の糸も通します。これで模様がつながり、この V 字ができます。これでつなぎが完了しました。次に、この糸を隠します。こちら側では、まずこの糸を最初の目の中央に通します。つまり、半分の V 字ループを通します。近くの位置にある最初の編み目を見つけ、最初の V 字を選びます。そして、そのまま中央の位置に通します。これで V 字が形成され、つなぎが完了します。最後に糸端を始末します。次に手作りのボンドで接着します。このボンドは乾くのがそれほど早くないので、接着するときはしっかりと押さえておきます。これでアイスクリームと本体の縫い付けが完了しました。次に、両側のヒレを編みます。左右の編み方は同じです。編み上がったら対応位置で縫い付けます。では、これから編み始めます。左手で糸を持ち、かぎ針を解け、周りに糸をかけ、糸を引き出して作り目を作ります。作り目が完了したら、次に鎖編み10に目を編みます。鎖編み10に目を編み終えたら、最後から2番目の裏山に針を入れます。細編み目を編んで、次の裏山に針を入れます。中長編み目を編むために、かぎ針に糸を1回かけ、裏山を通します。糸を引き出し、かぎ針状に3つのループができると、かぎ針に再度糸をかけて、一度に3つのループを引き出します。これで中長編み目が完成しました。次に長編み目を編みます。かぎ針に糸を1回かけ、次の裏山に針入れし、糸を引き出します。この時、かぎ針状に3つのループがあります。かぎ針に再度糸をかけて、かぎ針状の2つのループを一度に引き出し、さらに糸をかけて残りの2つのループを引き出します。これで長編み目が完成しました。次にまた中長編み目を編みます。かぎ針に糸をかけて一度にすべてのループを引き出します。次の目に針入れし、細編み目を編んで、さらに中長編み目。長編み3目。
中長編み目を編みます。最後に細編み目を編みます。編んでいるときに、この糸を端を糸の上に乗せます。完成したら鎖編み目を編んで、50センチ程度の縫い目のための糸を残してカットします。この糸を引き出して、ここを引き締めます。余分な糸は切り取ります。これで編みが完成しました。同じ方法でもう一つ編んで、合計2つを作ります。2つ編みを終えたら、次に縫い付けを始めます。縫い付けるときには、上部は小さく、下部は大きく作ります。縫い付ける位置は、だいたい11から20段目の間です。縫い付けるときには、まずこの糸端を順番に通して、縫い付け位置に近いところに持っていきます。ここは下から数えて11段目の位置です。この隙間から通します。各段の隙間に対応させて順番に縫い付けます。最後の一目まで縫い付けて肩結びで固定します。これでこの側の縫い付けが完成しました。同じ方法でもう一方の側も縫い付けます。次にチョコレート棒と上部のデコレーションを編み、その後組み立てて縫い付けて固定します。チョコレート棒の編み方は、前のアイスクリームと同じく、輪の作り目をして半時計回りは編みで編みます。ここでは1から7段目までは増減なしで細編み斜めを編みます。8段目になると、細編み2目一度を編みます。9から13段目までは、増減なしで細編み6目を続けます。編み終わったら、下に約30センチの余分を取って縫い付け用の糸を残します。チョコレート棒の編みが完了したら、チョコレート棒の上部のデコレーションストリップを編みます。このデコレーションストリップは、前のものと似た編み方で、まず鎖編みに15目を作ります。その後、最後から3番目の裏山に針入れし、中長編みに3目を編みます。編み方は簡単なので、皆さん自身で完成させてください。編み上がったら、次に組み立てを行います。まずはデコレーションをチョコレート棒に貼り付けます。貼り付けたら、接着剤が乾くまで手を離さないようにしてください。次にチョコレート棒をアイスクリームに縫い付けます。縫い付け位置はここからここまでの範囲です。縫い付けるときには、外側の半目を選んで順番に縫い付けます。同じ方法でもう一つのチョコレート棒を縫い付けます。次にアイスクリームボールを編みます。上部の半円の紙とここにある小さなコーンを編み、完成したら組み立てて縫い付け、固定します。アイスクリームボールの編み方は、前のアイスクリームと同じで、
輪の作り目をして半時計周りに円を描くように編みます。皆さん、編み図を見ながら編んでください。各段での増減目の位置に注意してください。11段目に来たら、内部に少し糸、端を詰め込みます。詰め込みが終わったら、12段目を編み始めます。最初の目に針入れし、細編み2目一度を7回繰り返します。最後の一目を編み終えたら、最初の目に引き抜き目を入れます。引き抜き目を完成させ、鎖編み目を編んで縫い付け用の糸を残し、カットします。これでアイスクリームボールの編みが完了しました。次にアイスクリームボールの上部にある半円の編み地を編みます。左手で糸を持ち、中指に1回巻きます。次にかぎ針をループに入れて糸を引き出して作り目を作ります。作り目が完成したら、鎖編み目を編んで立ち上がり目を作ります。最初の輪から針入れし、細編み3目を続けて編みます。細編み3目を編み終えたら、次にループを締めます。輪の作り目の1段目が完成しました。次に2段目を編むために、鎖編み目を編んで編み地を裏返します。編み地の裏面を私たちに向けてください。かぎ針を最初の目に針を入れます。ここは立ち上がり目の鎖編み目で、これが最初の目です。細編みに目を編み入れるを3回繰り返します。2段目が完成しました。次に3段目を編みます。鎖編み目を編んで編み地を裏返し、かぎ針を最初の目に針を入れます。ここは立ち上がり目の鎖編み目で、ここが最初の目に針を入れますので、間違えないようにしてください。細編み目、細編みに目を編み入れを編みます。その後は、細編み目と細編みに目編み入れを1つのグループを2回繰り返し、合計3つのグループを編みます。最後のグループを編み終えたら、3段目が完成しました。次に4段目を編みます。鎖編み目を編んで編み地を裏返し、かぎ針を最初の目に針を入れて、細編み目を編みます。細編みに目編み入れを編みます。細編み目を編みます。その後は、細編み目、細編みに目編み入れ、細編み目の組み合わせを2回繰り返し、合計3組編みます。3組編み終えたら、4段目が完成しました。次に5段目を編みます。鎖編み目を編んで編み地を裏返します。その後、1目飛ばします。つまり、最初の目は編みません。直接2目目に針を入れて編み始めます。2目目に針入れし、まず細編み2目を編みます。次に細編みに目を編み入れます。完成後、次の目に移動します。細編み3目を編みます。細編み2目を編み入れます。その後、もう1回繰り返します。細編み3目、細編み2目を編み入れます。完成後、5段目が完成しました。次に6段目を編みます。鎖編み目を編みます。編み地を裏返します。かぎ針を最初の目に通して細編み2目を編みます。
細編みに目を編み入れます。細編み2目を編みます。その後、細編み2目、細編み2目編み入れ、細編み2目の編み方で、もう1組繰り返します。完成後接着します。次の目に移動し、細編み2目を編みます。細編みに目を編み入れます。細編み目を編みます。完成後、6段目が完成しました。次に7段目を編みますが、鎖編み3目を作ります。最後から2番目の裏山に針入れし、引き抜き2目を編みます。5段目と6段目のこの隙間の中に針を入れます。ここが5段目と6段目の隙間、つまりこの位置です。針を入れて引き抜き目を編みます。次に4段目と5段目の隙間の中に針を入れます。引き抜き目を編みます。鎖編み3目を作ります。最後から2番目の裏山に戻って針を入れます。細編み目を編みます。次のところでは中長編み目を編みます。2段目と3段目のこの隙間に針を入れて引き抜き目を編みます。鎖編み目を作ります。中央の位置、つまり先端の位置に針を入れて細編み目を編みます。1と2のこの隙間に針入れし、もう1回細編み目を編みます。2と3の隙間の中長編み目を編みます。次の隙間で中長編み目を編みます。4と5の間の隙間でまた中長編み目を編みます。次に鎖編み2目を作って同じ位置に針を入れて引き抜き目を編みます。鎖編み目を作って6段目と5段目のこの隙間に針入れし、細編み目を編みます。完成したら糸をカットします。糸をカットした後、この位置と最初の編み目をつなげます。縫い付け針を通します。最初の目に針を入れます。裏面で糸端を隠して余分な糸端を切り取ります。半円の編み地が完成したら、キットの紙面編み図を見ながら対応する色を取り出して、デコレーションを縫い付けます。これらのデコレーションを縫い付けるときは、不直に任意に縫い付ければいいです。デコレーションの縫い付けが完了したら、アイスクリームボールに貼り付けます。ここは少し長く押さえて、ボンドが乾いてから手を離します。
半円の編み地の貼り付けが完了したら、次にこの小さなコーンを編みます。小さなコーンの編み方は前のアイスクリームと同じで、輪の作り目をして半時計回りは編みで編みます。編み終わったら、リブに約50センチの縫い付け糸を余分に取ります。皆さん、編み図を見ながら編んでください。各段での増減目の位置に注意してください。小さなコーンが完成したら、次に縫い付けを行います。縫い付けるときには、順番にコーンに近い糸や隙間に針を入れていきます。一回り縫い付けたら、肩結びをして、糸端を編み地の中に隠します。次に、表側に模様を縫い付けて、裏面の任意の位置から通します。ここで糸端を残します。ここでこの糸端を押してます。背中で肩結びをして固定します。これで縫い付けが完了しました。次に、アイスクリーム全体を本体に縫い付けます。縫い付けの位置は、この2つの部分の中間あたりです。縫い付けるときは位置を見つけ、近くの任意の糸や隙間に針を入れて縫います。縫い付けが完了したら、肩結びをして固定します。糸を編み地の中に通します。これでアイスクリームの小さなコーンの編みと縫い付けが完了しました。次に、アイスクリームの上の影の部分を編みます。合計3つあります。ここでは1、2、3です。編み終わったら対応する位置に貼り付けます。まず、影の部分位置を編みます。左手で糸を持ち、鎖編みに15目を編みます。鎖編みに15目を編み終わったら、最後から2番目の裏山に針入れし、引き抜き5目を編みます。引き抜き5目を編み終わったら、次の裏山に針を入れます。細編み4目を編みます。細編み4目を編み終わったら、中長編み3目を編みます。その後、長編み2目を編み入れます。つまり、この裏山に長編み2目を編むということです。長編み2目を編み入れた後、長編み目を編みます。
長編み2目を編み入れます。長編み目を編みます。長編み2目を編み入れます。続けて中長編み2目を編みます。細編み目を編みます。引き抜き目を編みます。最後の3つの裏山は3目飛ばして編みません。これで1段目が完成しました。次に2段目を編むために裏返します。裏返すとき、かぎ針のループを少し締めましょう。そして、1目飛ばし、つまり最初の編み目は編みません。ここでは最初の編み目は編まず、2目目に直接針を入れて編み始めます。まず引き抜き2目を編みます。続けて細編み2目を編みます。糸をかけて次の編み目に中長編み2目を編み入れます。つまり、この1目の中に中長編み2目を編みます。次に次の編み目に長編み2目を編み入れます。長編み目を編みます。また中長編み2目を編み入れます。細編み目を編みます。引き抜き2目を編みます。引き抜き目が完了したら、残りの12目は飛ばして編みません。これで2段目が完成しました。次に3段目を編むために編み地を裏返します。裏返すとき、かぎ針のループを少し締めましょう。そして1目飛ばし、つまり最初の編み目は編まず、2番目の編み目に直接針を入れて編み始めます。引き抜き2目を編みます。次に細編み目、細編み2目を編み入れます。中長編み目を編みます。長編み2目を編み入れます。中長編み目を編みます。細編み目を編みます。引き抜き目を編みます。引き抜き目が完了したら、残りの4目は飛ばして編みません。4目飛ばして糸をカットします。糸をカットした後、最後の引き抜き目を少し締めます。そしてこの側から裏面に持ち上げます。次に糸端を糸始末し、余分な糸端をカットします。糸端のカットが完了したら、シャドウ1が完成です。ここではシャドウ2と3の編み方について説明します。シャドウ1と似ていますが、段数と目数が異なります。皆さん、パターンを見ながら編んでください。次にアイスクリームの上に貼り付けます。シャドウ1は一番下の位置に貼り付けます。皆さん、糊を縫って貼り付けてください。シャドウ1の貼り付けが完了したら、次にシャドウ2を貼り付けます。シャドウ2はシャドウ1に沿って貼り付けます。シャドウ2の貼り付けが完了したら、最後にシャドウ3を貼り付けます。シャドウ3はシャドウ2に沿って貼り付けます。
これでシャドウ部分の貼り付けが完了しました。次に魚の尾のデコレーションを編みます。上部にある2つの鱗。目とストラップ部分を完成したら、対応する位置に貼り付けまたは縫い付けて固定します。魚の尾のデコレーションは前面のシャドウと同じ編み方ですが、目数が異なります。皆さん、パターンを見ながら編んでください。編み上がったら、表側で糸端を隠し、余分な糸端をカットします。次に本体に貼り付けます。貼り付けるときは裏面を上にしてください。表側を下にして貼り付ける位置は、本体と魚の尾の接続部の下に均等に分布させて貼り付けます。貼り付けが完了したら、次に鱗を編み始めます。まず左手で糸を持ち、かぎ針で時計回りに糸をかけ、糸を引き出して作り目を作ります。次に鎖編みに9目を編みます。鎖編みに9目を編み終えたら次に、最後から3番目の裏山に針を入れ、中長編み目を編みます。長編み目を編みます。長々編み目を編みます。長々編み目を編み終えたら、次に3つ巻き長編み2目を編みます。かぎ針で糸を3回かけます。次に次の目に針を入れます。糸を引き出します。引き出した後、かぎ針には1、2、3、4、5の5つのループがあります。かぎ針で糸をかけ、順に2つずつ引き抜きます。これで3つ巻き長編み目が完成しました。次にもう一度3つ巻き長編み目を編みます。3つ巻き長編み2目を編み終えたら、次に長々編み目を編みます。長編み目を編みます。中長編み目を編みます。鎖編み目を編みます。次に次の目に引き抜きます。引き抜き編みが完了したら鎖編み目を編みます。これで第1グループの編み方が完成しました。同じようにもう一つのグループを編んで、合計2つのグループを編みます。第2グループが完了したら、次の目に中長編み目を編みます。次の目に針を入れ、長編み目を編みます。長々編み目を編みます。3つ巻き長編み2目を編みます。長々編み目を編みます。長編み目を編みます。中長編み目を編みます。鎖編み目終わり、最後の裏山に針を入れて引き抜きます。引き抜きや脱ぎが完了したら糸をカットし、約60センチの糸を余分に取ります。この糸端を隠します。余分な糸端を切り取ります。これで鱗1が完成しました。鱗2の編み方は鱗1と似ていますが、目数が異なりますので、自分で編んでください。鱗1と2が完了したら、次にそれらを縫い付けます。縫い付けるとき、
鱗にはかにあります。鱗1は上にあります。具体的な縫い付けの位置は、だいたい魚の音本体の接続部分から2、4、6、7段目と8段目の間の隙間で縫い付けます。縫い付けるときは、このように近い隙間を順番に選んで縫い進めてください。縫い付けが完了したら、肩結びして固定します。この糸端を直接編み地の中に針を入れて、細編み目の模様に沿って、糸始末を行います。これで小さな鱗煮の縫い付けが完成しました。大きいものは、この小さなものと同じように2、4、6、7、つまり7段目の間隔で同じ方法で隙間を選んで縫い付けます。皆さん、各自で縫い付けて完成させてください。次に目部分を編みます。左手で糸を持ち、かぎ針で時計回りに糸をかけ、糸を引き出して作り目を作ります。作り目が完了したら、続けて鎖編み5目を編みます。最後から2番目の裏山に戻って針入れし、順に引き抜き4目を編みます。これで第1組の編み方が完成しました。同じ編み方で、さらに3回繰り返し、合計4回編みます。第4組が編み上がったら、糸をカットし、少し余裕を持たせて縫い付け用の糸を残します。このループを引き出して、次に縫い針で模様をつなげて、そしてこの岸の糸端を裏面に置きます。最初の目を通します。次に最後の編み目の中央位置から裏面の糸を持ち上げて一緒に通します。これでつなぎが完了しました。つなぎが完了したら、裏面で岸の糸端と結んで糸をカットします。これで目が編み上がりました。最後に、この目を対応する位置に貼り付けます。次にストラップ部分を編みます。左手で糸を持ち、下に約50センチの糸を余分に取って置いて縫い付け用に使います。次にかぎ針で時計回りに糸をかけ、糸を引き出して作り目を作ります。作り目が完了したら、続けて鎖編み2目を編み、最初の裏山に戻って針を入れます。細編み目を編みます。細編み目を編み終えたら、裏返します。上にあるこれらの2本の糸を持ち上げます。つまり、鎖編み目のこの編み込み模様です。これらの2本の糸を持ち上げて針を入れます。糸を引き出します。かぎ針に糸をかけます。細編み目を編みます。次にもう一度裏返します。上に2本の凸を起こした糸があります。つまりこの位置とこの位置です。凸を起こしたこれらの2本の糸を持ち上げて引き出します。細編み目を編んで、
次にもう一度裏返します。上に2本の凸を起こした糸があるので、あとは見つけやすいです。上にある2本の糸を持ち上げて、細編み目を続けて編みます。最初の2目だけ少し見つけにくいですが、その後は細編み目を続けて編みます。エビ編みコードはこの方法で繰り返し編み、必要な長さになるまで続けます。ここでは 105cm まで編みました。ストラップを必要な長さまで編んだら、最後の1目を編みます。糸を引き出して、かぎ針のループを直接抜き取ります。次に、縫い付け用の糸を残してカットします。これでストラップが完成しました。次に、ストラップを本体に縫い付けます。縫い付ける位置は、アイスクリームと本体がつながっているこの部分です。近くの隙間や糸を選んで、それを縫い付けて固定します。ここでは何目か縫い付けてください。しっかりと固定したら任意の糸を選んで肩結びで固定します。次に糸を編み地の中に隠します。これでストラップの内側が固定されました。皆さんも同じようにこの内側を固定してください。固定するときは、ストラップを正しく位置に合わせてから固定してください。位置を正しく合わせた後、もう一度縫い付けて、ストラップがねじれて美しくない状態にならないようにします。ストラップの縫い付けが完了したら、アイスクリームの部分に接着します。小さな星を覆う裏面にボンドを縫って、こうやって交互に配置して接着します。上部の小さな星の接着が完了したら、このバッグは完成です。編み途中でわからない点がございましたら、お気軽にカスタマーサポートまでご連絡ください。スーサンズファミリー、一針一針に込めた手作りのぬくもりで、暮らしの楽しみを味わっていただければ幸いです。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。